私は昔から体が丈夫で、いつだって元気いっぱいなことだけが取り柄でした。だけど勉強は点でダメ。難しい話は眠たくなってしまいます。だから頭を使うことは学生時代も苦手だったし、それは今も変わらない。だけどその分、持ち前の明るさと元気さ、体の強さで何とかやってきたのです。私の名前は由美子。夫の柊と結婚してからも仕事は辞めず、保険の営業の仕事をしています。一見お堅い仕事に見えるかもしれないけど、結構人情に熱いお客さんには受けるんですよ。とにかくがむしゃらに頑張る毎日。大変だけど、それなりに貯金も溜まってきて、毎日が充実していました。仕事面は至って順調な私。家庭面ではちょっとした悩みがあります。それは義母のこと。これまで義母とは最低限の関わりで済むよう何かと逃げてきました。別に金輪際会いたくないとかそこまでではないけれど、仕事も忙しかったし、何よりちょっと苦手で。自分からわざわざ寄りつくことはせず、必要な場合だけ関わるようになっていました。由美子さん、最近お仕事はどうなの？変わらず順調ですよ。じゃあ、出世もしているのかしら。私、あまり容量がいいタイプではないので、出世はなかなか。でも、評価はされていますよ。あら、そうなの？じゃあ、もっと頑張らないとね。ここまではある程度普通の会話だと思います。苦手なのはここから。それで、私へ使えるお金はどのくらい増えたの？最初はこの問いの意味がよくわかりませんでした。え？どういうことですか？私たちは家族なんだから、私へ投資するお金だって考えているでしょ？お母さんへ投資するお金？ここまで聞いても意味がわかりません。どこまで勘が悪いの？私を養っていくのよ。いくら使えるのって聞いてるの。私が義母を養っていくことは当然という口ぶりで具体的な金額を聞いてきたのです。私がお母さんを養うんですか？もちろん困ったことがあればお助けしますけど。はあ？年上は敬うものだし、義理とはいえ家族でしょ？それに私、あなたと違って体が弱いから、守ってもらわなくちゃ困るのよ。義母は私のことをまるで働きありだとでも言うように、私の稼ぎを当てにしているようなのです。何かあれば助けられるように頑張りますね。私はこんな会話が出るたびに、なんとかお茶を濁してきました。しかし、こんな努力も虚しく、義母と強制的に関わる羽目になってしまったのです。それはある日、突然訪れました。ずっと考えていたんだけど、母さんと同居しない？突然どうしたの？母さん、体が弱いだろ？いい年だし。だから俺も心配なんだよ。義父はすでに他界しており、お母さんはうちにほど近いところで一人暮らし中。でも、今でもかなり近くには住んでいるし、何かあれば駆けつけられる距離じゃない。一緒に住めば、家賃だってかからないだろ？それに何かあってからじゃ遅いじゃないか。確かに、この考えには一理あるとは思いました。でも、義母との同居生活をイメージすると、どうしても前向きにはなれません。なるべく連絡を取るようにして、同居はやめておかない？家族が心配じゃないのか？お前は体が丈夫だけど、みんな同じじゃないんだぞ。かなり長い時間粘って同居を渋りましたが、結局、私が折れる形になってしまいました。これからお母さんとの同居生活が始まるのか。確かに人は年を取るし、体に不調も出てきます。いつかそんな日が来ることも考えてはいたけれど、想像よりも早かったな。私はなかなか覚悟を決められないまま、義母が引っ越してきました。ほら、由美子さん、早く手伝って。私は体が弱いんだから、あなたがやらないと。
それはこっちよ。もう少し頭を使いなさい。それが終わったら掃除。お腹が空いたわ。お昼ご飯はまだかしら。義母は到着するなり、私にあれこれ指示を出し、何かとこき使ってきました。重たい荷物を運んだり、掃除やレイアウト、食事の準備まで全て私の役目でした。今はここまでにして、あとは夫が帰ってからにしませんか？何を言ってるの？あの子のことをこんな風に雑用係にするわけにいかないじゃない。私のことは雑用係だと思っているってこと？この一言にかなり頭にきましたが、義母はそしらぬ顔で指示を出し続けました。イライラしながらも、なるべく穏便にと思い、黙って言うことを聞いていたのです。義母はそれからも私のことをいいように使います。由美子さん、今暇よね。駅前に新しくケーキ屋さんができたでしょう。そこで一番人気のケーキを買ってきてちょうだい。ダッシュして、あなたそういうの得意でしょ？すみません。今は手が離せなくて。いったったった。膝が痛いわ。ついでに湿布も買ってきてほしいの。お母さん、湿布ならまだ棚に。もうないのよ。早く買ってきて。私がケーキでは動かないのがわかると、わざとらしく体が痛いふりをしてみせます。どうしても外に出なくてはいけない用事を作り、私に買いに行かせようという作戦です。体が弱いことを理由にされると、否定もしづらく、致し方がなく、言うことを聞いてしまいます。もしかしたら、私にわからないだけで、とても辛いのかも。そんなことを考えると、無下にはできませんでした。ケーキと湿布、買ってきましたよ。早く出して。もう待ちくたびれたわ。義母は、私が帰ってくるや否や、玄関まで小走りでやってきました。あれ？膝が痛いんじゃなかったっけ？お母さん、湿布。そんなのどうでもいいのよ。さっさとケーキをお皿に出して、コーヒーを入れてちょうだい。義母はリビングのテーブルに座り、目をキラキラさせて待っています。湿布はその辺に投げ出されていました。義母はケーキをあっという間に平らげると、今度は寝転がり、背中が痛いと言い始めます。さっきの湿布貼りましょうか？湿布なんかで治らないわよ。マッサージしなさい。私は自分の分を食べる間もなく、マッサージをさせられ、しばらく解放してもらえませんでした。もちろん、ケーキ代も湿布代も私持ち。ここにも少し不満がありました。同居が始まってから今日まで、義母は1円たりともお金を払っていません。家賃も食費も、その他雑費も、すべてこちらが負担していました。というよりは、ほとんど私が負担しています。私たち夫婦の分は、もともと夫と折半していますが、義母からの言いつけで買いに行くものは、私の支払い。ただでさえ、いろいろと言いつけられて手が足りないのに、お金まで飛んでいくのはかなりこたえます。年金ももらっているはずなので、お金が全くないわけではなさそう。これまでかかっていた家賃もなくなって、少しは余裕があるはずなのに。でも、お金の話って、家族には一番しづらいもの。私は切り出せないまま過ごしていました。それからも、義母の要求は続き、出費もどんどんかさんでいきました。さすがに疑問に思い、夫に相談することに。お母さんがいろいろと私に買うように言ってくるの。お金は払ってくれないし、もう立て替えられないよ。家族の買い物を立て替えるって発想が良くないよ。最初からお前が買うつもりでいればいいんだよ。どういうこと？義母のものなのに私が買うつもりって？お前が母さんにプレゼントのつもりで買えばそんな不満は出ないだろ。どうして私がプレゼントしなくちゃいけないの？体が弱くて日頃から何かと我慢してるだろう。だからそれくらいの楽しみは作ってやってよ。あんなに毎日好き勝手やっている人が毎日我慢しているって？
それに、どうして私がお金を払うことで、義母に楽しみを与えなくちゃいけないの？でも、それはシュンがやってもいいことだよね。私だって限界があるし。俺は、うちにいる時間も短いし、無理だよ。私だって仕事してるんだよ。残業にならないように毎日頑張ってるの。細かいこと言うなよ。嫁にやってもらったら嬉しいこともあるだろ。いい嫁として、もう少し努力してくれよ。夫は取り合ってくれず、解決はできないままでした。そうこうしているうちに、義母の要求はエスカレート。ちょっといいおやつで済んでいたものが、ついには高級フレンチのランチのおねだりに発展。でも、お母さん膝が悪いんですよね。今日は調子がいいみたいなのよ。でもさすがに高いですし、私には出せませんよ。いったったった、胸が苦しい。大丈夫ですか？もうフレンチなんて食べられないかもしれない。なんでそんなことを言うんですか？これからだって行けますよ。じゃあ今でもいいわよね。お金出してちょうだい。そう言うと、義母は私の財布を奪い、お金を奪うと足早に出かけていきました。胸の痛みは？何かがおかしい。私はこの違和感にもう目をつむるわけにはいきませんでした。それからも、義母はたびたび私の目を盗んでは、財布からもお金を抜き取るようになりました。抜き取ったお金を持ってどこかへ消え、それをほぼ毎日繰り返すのです。財布を隠したり、お金を入れないようにしたり、工夫はしていたのですが、何かと理由をつけてお金をせびられてしまいます。このままじゃ、いくらお金があっても足りないよ。義母への警戒心を強めた私は、義母の動向をよく観察するようになりました。するとある日、さらに不審な動きを発見したのです。ガサガサとリビングの引き出しを漁る義母。まるで何かを探しているようでした。また財布を探しているの？お母さん、何か探していますか？突然声をかけられて、ビクッとした義母は、ゆっくりと向き直り、ごまかすように言います。ちょっとね、でも大したことじゃないのよ。そう言うと、自室へ消えていきました。一体何をごまかしているの？財布はいつもの私のカバンにあるし、中身も減っていない。この不審な動きの理由を突き止めるのに時間はかかりませんでした。数日後、私の部屋の引き出しを漁る義母を発見。手には私の通帳を持っていました。何をしてるんですか？これは、義母はしどろもどろになりながら通帳を背中に隠しました。それ、私の通帳ですよね。どういうことですか？お金が必要なのよ。いいでしょ？どれだけお金が必要だったとしても、他人の部屋に勝手に入って物色するなんて。お母さん、今までも財布からお金を取ってましたよね。今度は通帳って、どこまで勝手なことをするつもりですか？私は我慢の限界でした。義母の行動を許すことができず、通帳を取り上げ、夜に緊急会議を開くことにしたのです。夫が帰ったのを見計らい、私は単刀直入に話し始めました。お母さんが私の部屋に勝手に入って通帳を探していたの。それの何が問題なんだ？問題しかないでしょ。通帳って勝手に触っていいものじゃないよ。家族なんだからいいだろう。義母は夫の言葉にうなずきます。家族だからって何でも許されるわけじゃないの。この通帳で何をするつもりだったんですか？遊びに行きたかったのよ。悪い？そんなことくらいで騒がないで。義母は開き直るかのように言い放ちました。これまでだって私の財布からお金を抜いていましたよね。どうしてそのことを？おかしいなと思ってカメラを設置したんです。そしたらすぐに撮影できましたよ。
一体何に使っているんですか？生活費だって食費だって払えてるじゃない。遊ぶお金だって払えるでしょう。待ってください。今まで言えませんでしたけど、生活費も食費も本当は多少工面してほしいんです。でも、そんなことをわざわざ言うのも忍びなくて黙ってきました。じゃあいいじゃない。それとこれとは話が別です。お母さんは私のお金が無限だとでも思っているんですか？放っておけばどんどん金額も増していくし、今度は通帳ごとって。おいおい、そんなに怒るなよ。母さんは体が弱いんだ。それくらい多めに。体が弱いから何なの？そもそも本当に弱いの？思わず大きな声で返してしまい、二人はびっくりしていました。都合が悪い時だけ体が弱いって言って、私のことを黙らせるために言ってるだけじゃない。私がそう言うと、夫は立ち上がり、大きなため息をつきながら言いました。お前はバカだから騙せると思っていたけど、さすがにバレたか。俺たちが同居し始めたのは、お前に金銭的な補助をさせるためだよ。最初からそのつもりだったってこと？母さんの手足となり、金の工面をしてくれる。こんな最高な子は他にいないだろう。これからも金だけ出してくれればいいから、深く考えずに働けよ。それが取り柄だろ。お前が金を運んでくるおかげで、俺は貯金しなくても生きていけるし、最高だぜ。夫のこの言葉に、私の中で何かがぷつりと切れたのがわかりました。家族だから、とか、体が弱いから、とかで、なんとか我慢できていた理不尽も、もううんざり。義母のわがままだけならまだしも、最初から夫もそのつもりだったなんて。夫への愛情も、この時すべて消え去りました。それと同時に、報復してやろうと決意したのです。私は、足りない頭をフル回転させ、自分にできる最大の復讐を考えました。二人の考えは分かった。それなら、私にも考えがあるから。私はそう告げ、手早く荷物をまとめて家を飛び出しました。それから1週間、家に帰ることはありませんでした。おい、どういうことだ？夫からの着信で、事態は再び動き出します。退去日がどうとかってハガキが届いたぞ。これはどういうことなんだよ。ああ、その家、もう解約したの。だから、早めに出て行ってね。あと1週間くらいかな。ああ、なんでそんなことになるんだよ。私は難しいことは苦手なので、シンプルに打撃を与えられる手段を取りました。私がやったのは2つのこと。まず1つ目に、私名義で借りていた我が家を解約。2人が住むことができないようにしたのです。待てよ。そんなことしてどうなるか分かってるのか。どうもこうも、もうあなたたちがどうなろうと興味ないの。離婚届を送ったから書いて提出してね。私はもうあなたたちとはやっていけないから。次に2つ目。離婚届を記入して夫に送りつけました。私のことをお金や家政婦としか思っていない人たちと今後も一緒に生きるなんて考えられませんでした。そんなもの送ったって俺は書かないぞ。お前には俺たちの ATM になってもらうんだから。あなたがすぐに対応してくれないなら、弁護士を通してやり取りするまで、コツコツ貯金もしていたし、弁護士を雇う余裕くらいはあるの。夫は私の言葉にひるんだのか、何も言い返せません。退去日を過ぎても、離婚届は出されることがなく、私は有言実行で弁護士に依頼。本格的に離婚へ動き出しました。これまで義母から要求されていたものは金額まで全てメモしていました。日にちも時間も全部きっちりと。それに退去に驚いた夫からの電話もバッチリ録音。こういった証拠をもとに弁護士と一緒に戦うことにしたのです。どうしてこんなことができたのかって？それにはちゃんと理由があります。私は勉強ができるわけではないけれど、持ち前の明るさである程度人望はありました。
私が大変な状況だと知ると、助けてくれる人がたくさんいたのです。私はみんなの知恵を借りて、録音をしたり、メモを残したり対応することができました。みんなのアドバイスと弁護士のおかげで、無事に離婚は成立。夫は私の預金を当てにしていたせいで、本当に貯金をしていなかった様子。自分と義母の生活費、食費、その他諸々を工面しなくてはいけなくなりました。離婚だけでなく、お金を抜いていた録画データをもとに、私は慰謝料を請求。さらにお金が必要になっていました。それだけではなく、義母がギャンブルにハマっていたことが発覚。私からお金を奪うようになってからは、そのお金でギャンブルをしていたのだそう。その癖がなかなか抜けず、夫の財布からもお金を奪ってはギャンブル漬け。そのせいで、夫たちの生活は破綻し、借金をする羽目になってしまったようです。私はというと、離婚はしたけれど、全く寂しくはありませんでした。今まで通り仕事は忙しいし、感傷に浸る間もないほど毎日が目まぐるしいのです。何より、周りに私を思ってくれる人がたくさんいるおかげで、楽しく過ごせるというのが大きいのだと思います。私はこれからもがむしゃらに元気いっぱい、仕事もプライベートも頑張っていこうと思います。